今日はですね、僕の地元九州にちょっとね釣りに来てるんですけど、今日はね新しいプロダクトを持って、釣りに来てます。 RJ16 ローリングジグヘッド。今日はねこの RJ16 ローリングジグヘッドを使って、ちょっとねいろんな場所を打ちながらご紹介できたらなと思ってます。RJ16 ローリングジグヘッド、RJ シリーズの特徴なんですけど、VJ とは違って、VJ はねバイブレーションするアクションがねすごい売りで、ワイムがバイブレーションして千鳥っていうアクションだったんだけど、この RJ っていうのはローリングが主体になってます。ただのローリングじゃなくて、パワーヘッドとかねジグヘッドルアーに比べてよりね細かいドリルのようなハイピッチのねロールアクションっていうのが売りのルアーになってます。あとこのね RJ シリーズの特徴としてはこのフックシステムですよね。このフックシステム上についてるんですけど、ワンタッチで取り外すこともできて、なおかつ、シーバスがね口にかかるとここがねここの部分がピンってピンが外れてこう自由にフレキシブルに動くようになってるんですよ。ここが自由にね。なんでシーバスがかかった後ね自由にこう動いてくれることによってバレにくい、これが一番の特徴じゃないかな。針が上についてて口の中にねスコーンって口の中に入りやすいルアー、そして口の中に引っかかってくれるルアー、そしてフレキシブルに動くことによって力をね逃がしてくれて、針もねこう伸びづらくてでバレにくい、そんな特徴のルアーになってます。この RJ16 っていうルアーは、VJ 同様イワシについてる魚も釣れるんですけど、イナッコとかね食ってる魚とかにもすごい有効的ですね。でイナッコがボイルしてる時とか、イナッコを中層とかボトムの方で食ってる時とかにもすごいね、これまでも RJ ってよく釣れてるんですけど、海とは言わずいろんなフィールドいろんなベイトにアジャストするようなルアーって感じですね。あとは夏場とかね、秋とかにイワシの単体のボイルとか、イワシにボイルしてるけどトップでは食わない時、ボイルはしてるんだけど1枚下で食ってる時とか、そんな時にこの RJ のローリングアクションが抜群に効くんですよね。なんで本当に VJ で食わないけど RJ で食うっていう局面が結構あるんで、 VJ とは違う使い分けができますね。いやすごい濁ってて、なんか少しアクションが弱いのかなっていうちょっと印象、今この状況やったら。なのでちょっと RJ16 ねアルカリシャットの7号以外にもアルカリのねシャットの90、アルカリシャット 90mm、 はい、このちょっと大きい、これは上がアルカリシャット7号でこっちは 90mm の方にチェンジします。どういう時にね使ったらいいかなっていうと、少しベイトが大きい時とか、よりアクションを大きく見せたい時、気づいてもらいたい時とか、あとアルカリシャット90にすることによって、少しね重たくなって飛距離も伸びるし、あと水の抵抗がね大きくなるっていうことはアクションのキレも良くなるし、表層をねより表層をゆっくり引くことができる。スローに引いてもよりね大きいアクションが出るっていうことで、このアルカリの90、これをつけるのも抜群にいいんですよね。はい、あとは RJ10、RJ7 だとどうしても負けないね流れだったり、結構こう深いエリアとかだとやっぱり 10g、7g だと流されちゃったりね、ボトムにつくのが遅かったり浮き上がりが早すぎたりするんだけど、この RJ16 はそこを埋めてくれるようなルアーですね。
よし、じゃあちょっと反応がないので移動したいと思います。はい、移動します。はい、場所移動してきました。ゆっくり極力引きたいっていうのと、アクションを大きく見したいっていうので、ちょっと今は 90mm の方を巻いてます。ちょっとから変えます。ちょっとね、濁りがきついんであんま目立ってない感じがするんですよね。ちょっと濁りきついんでパール系入れてみたいと思います。スタートパール。さあさあさあ、ちょっとパール系で攻めてみたいと思います。振ってほしいな。もう水深はね1メートルぐらいなんですよ。まあそういったフィールドなんで着水してすぐ巻いてくるんですけどね。これ多分 RJ10 とか RJ7 だと結構流れが速いフィールドだとね、流されすぎちゃって一瞬でねヒットゾーン通り過ぎていっちゃう感じなんですけど、この RJ16 少し踏ん張ってくれるんで、さらにそれに75から90にサイズを上げてね、アルカリシャットのより抵抗を増やしてより耐えるようなセッティングにしてます。食いそうだけどな。ちょっとダウン入れてみましょうか。岸際に投げてからドリフトしてくる感じでいたら食いそうだけどな。結構流れが奥が緩くて手前が強い感じなんですよね。カーブの外側なんで、その当たったよれとか流れの筋のところとかにいそうなんですけどね。で下テトラ入ってるんで、テトラみたいなストラクチャー入ってるんで、その際とかについてそうなんですけどね。ちょっと移動しよう。はい、ちょっと移動します。はい。で、今流れがアップからダウンに向けて流れてるんですけど、流れが速い分見せる幅っていうのがすごい狭いんですよ。なんでアクションをねより大きくしたいっていうのと、より気づいてもらいたいっていうのと、あとはねできるだけ上の方をしっかりと泳がしたいっていうことで引き続き90つけてます。めっちゃ食いそう。めっちゃ浅いよ水深は。水深はめちゃくちゃ浅いから気づいてくれたら一発で食いそう。食った。よっしゃ。はい、一発食ったよ。うわ、でかいでかいでかい。おお、でかいんちゃう？ RJ16 いいね。めっちゃ浅いからやばい。おお、でかい80ぐらいあるんちゃうよし、食ったよ。あ、80あるね丸飲み。よいしょよいしょ。うわ、引く。流れやばい。はい、流れがやばいよ。よし。うわ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし。よし。あーしゃー。いや
RJ16 入れたら86センチのビッグモンスター来ました。やばいねこの太さね。 RJ16 ローリングジゲット、もうシャローをね表層をゆっくり引くのにもバッチリですね。波動が強くて、いやーやばい、いやーやばいしか出てこない。やばいします。あざっす。はい、今日はですねこのルアー RJ16 ローリングジゲットを使って実調しました。結果的にはね最高の1匹86センチの有明シーバス、有明スズキキャッチすることができました。はい、まあ今日いろいろ説明した通り小場所はねもちろんなんですけど、まあ、大きいねオープンエリアとかでも抜群に使えるルアーになってます。この RJ はロール、細かいピッチのロールがね売りなんで、ぜひ使い分けて使ってみてください。これでますます死角がなくなると思います。 RJ16 ローリングジゲット最高です。